このデザインサイエンスっていうのは無意識を意識化する作業に非常に近いと思うんですね。デザインがデザインとして閉じこもっても何も起きないっていうことが分かってるっていうことと、人間とマシーンもそこに入れて楽しさと少しチャーミングな部分も入れて共存しながら、ただ儲かるとかただ純粋に狭いものじゃなくて、もうちょっと広い豊かさ、環境下に置かれる変化において全体が何か渦をなすというか、もっともっと本当は地球っていうのは複雑なモデルなんだと思うんですけれども、すごく美しいデザインがどこかでそういう生成 AI の理論と合致するようなポイントっていうのが見つかると、なんか知的にも非常に面白いし、汎用性も広がるなというふうに思います。お時間となりましたので、最後の講演となります近藤正明ジェームス先生と福沢直人による対談を開始いたします。近藤先生は公益財団法人国際文化会館理事長であるとともに、オープン AI シニアアドバイザー日本代表、世界経済フォーラム第4次産業革命日本センター代表理事、シリコンバレージャパンプラットフォーム共同議長、そして慶應義塾大学医学部訪問教授を兼務されております。前職のツイッタージャパン代表取締役会長時代には、東日本大震災を受けて、世界と初めて災害時におけるライフライン機能をツイッターに実装されました。それでは近藤先生、深澤さん、ご登壇よろしくお願いいたします。近藤さんどうもありがとうございます。僕はなんか今日は対談の相手というよりは、近藤さんとはいろいろなところで今までちょっとお会いしてたんですけど、どちらかというと民芸館をまず一番最初にお知り合いになったのは、日本民芸館になんか寄付をいただいて、でなんで寄付くれるような人がいるのかなと思って不思議な存在だということで、まず近藤さんのお名前を知りました。その後に、広島県で世界平和会議っていうのをやろうっていう仕掛けがあって、それがコロナ禍で何度も流れて、その間に近藤さんが登場して、それを何とか実現させようという中の、座長的なズームなんですけど、座長的なところに入ってこられて、やっぱりこういうところでまとめ役になるんだというような経験をしました。そしてその後に今度はいろいろなそのデザインに関してのイベントっていうか催しに対して何かとお声をかけていただいて、アジアンソサエティっていうグループ組織が毎回朝食会っていうのをやっていて、そこでゲストを呼んでお話しするみたいな時に一度呼ばれたことがありましたけど、そこでご飯食べながら、朝ごはん食べながら英語でレクチャーしなきゃいけないんで、結構ハードな役だったんですけど、そういうことを仕掛けられたりということもあったり、今このアイハウスっていうかこの場所を改装する計画がちょっとありまして、それにもなんか加わったりして、いろんなところで巡り合う機会に合わせていただいて本当に光栄なんです。今回もここの国際文化会館をお借りしてこういう会をやろうということがこんなにもいい会にできたことが、やっぱり近藤さんのお助けもあったということもありまして、でキャリアをその後にしっかりと拝見したら、この人は何者なんだっていう感じの人だったので、皆さんも多分同じようなキュリオシティがあると思うんですけど、どういう感覚でお仕事してるかっていうことと、どういう感覚でこういう重責を担ってるかということとか、多分ネットワークの作り方なんじゃないかなって僕はなんとなく思ってるんですけど、人間と人間のその重要なポイントをついた、なんか見えないだけ
見えない星屑の中にちゃんと星座を結びつけてるみたいな感じの人かなというふうに勝手に思っておりますけれども、そのところら辺のあまり事例のない活動の仕方というか生き方というかお仕事の仕方というか、そういうこと、その辺と今回のデザインサイエンスとご本人が興味を持たれているその文化とかアートとかデザインの世界を結びつけたようなお話がもしできればヒューマニティは出来上がるかもしれないという感じでまずお話をいただければと。はい、ありがとうございます。まず今日は国際文化会館に皆さんがお集まりいただいて、こんなデザインサイエンスという新しい活動でここに集っていただいたことは本当に光栄に思っています。また深澤さんも大変私尊敬している方なので、こんな壇上に一緒にいられること自身が大変嬉しいです。で先ほどこういうふうに振るよっていうふうにほんの数分前に言われてこれはちょっと何て話していいのかなというふうに迷ってるんですけれども、ちょっと取っかかりになることと、私がデザインサイエンスということでこれまで考えてきたこととの関係っていうのをちょっと申し上げたいというふうに思ってるんですが、特に今オープン AI という会社をシニアアドバイザーということで手伝っていまして、でチャット GPT が去年出るまでは誰も知らない地味な組織だったんですね。リサーチばっかりやっていて、ほとんど一般の人は知らない組織だったので、それが11月になって急に非常にみんなが知るようになったと。で、これがなんで自分としては興味深いのかということと、それから十数年前にツイッターの似た頃に立ち上げに関わっていて、そのこととちょっと紐づけてお話したいなと思ってるんですが、ある意味では社会がより良い、このより良いっていうのはどういうより良いかっていうのいろいろあるんですけど、より良い方向に向かうためにテクノロジーというのがどれくらい力を持つのかっていう自分の原体験の一つは、2010年くらいですねにアラブの春っていうのが始まっていて、で当時僕は東大にいたんですけど、その後ちょっと政府にいて、でその国際情勢を見る担当みたいのをしてたんですね。でいろんな中東で問題が起きるので、アメリカだとホワイトハウスとか、イギリスだとそのダウニングストリートっていう官邸に相当するところと日頃連絡を取っていて、でこれは大きな問題になるんだろうかっていうことを打診していたら、アメリカなんかだとそうすると国家安全保障局とか CIA とか、国防省、ものすごいインテリジェンスの集積があるので、その人たちが別に心配しなくていいんだと、こういうのはもう過去に何回も起きてるから、別にそんなに大事ではないんだっていうずっと言われてたのが、ある日急に連絡が来て、この1週間以内にその西側諸国の首脳が全員その新たな政権を支持するんだと、エジプトなどで。でもはやこの動きは止められないんだっていう、日本の総理も早く声明を出すべきっていうようなことがあって、その手続きをしている間に、そういうアメリカのそのインテリジェンスとかイギリスのインテリジェンスでは世界一のインテリジェンス機関なので、その専門家がこれだけ重要な地域の予測をそんなに大きく間違えるっていうこと自身にものすごく興味を持ったんですね。でその過程でそのソーシャルメディアっていうものがちょうどでき始めた頃で、それによるその意識形成とか行動っていうのが抜本的に変わりつつあると。で、そのマシンっていうのに非常に興味を持って、じゃあちょっとそれを作るところに参加しようと思って、で当時ツイッターっていうのはそれは収入も海外の拠点もないツールだったんですけれども、日本で一番最初に海外拠点を作って、でちょうどその直後に震災が起きて、で震災が起きた時思い返していただくと全ての情報系統が壊れてしまって、
どこに誰が本当に困っていて、どういう困り方をしていて、どうやったら答えを届けていいのかっていうのが壊れてしまったんですけれども、で電話もつながらないっていう中で、そのリアルタイムで、一種のライフラインとして今刻々と何が起きていて、でその人に直接その中央を経由しないで人々がこう助けを届けるっていう、そのライフラインとしてのソーシャルメディアっていうものがあり得るんだっていうことが日本で実証されて、それが世界中にこう広がっていって、いろんな他の用途も出てくるんですけれども、その時に今日のデザインサイエンスとちょっと関係したことですると、我々そのデータの世界ではそれソーシャルグラフっていうふうに言うんですけども、個々人が、先ほどの個と全体と一緒に近いですけど、個と全体がこのソーシャルにつながる。でそうするとどういう、接触をするとどういう反応をするかっていうことがものすごい数で同時でずっとこう実験され続けていて、で結果的にはその何かをやろうとした時に人の意見をどういう人がどういうふうにどういう順番で時系列で言うとどう意見が変わるかっていう巨大なモデルができ始めていったんですね。でこれが文字で最初できるんですけれども、画像とか音声とかでもできるようになる。でそのことが最終的にはその選挙のさまざまな誘導だとか、人々を違う方向にフェイクニュースとかで持っていくという、いろんな問題も生んでいくので、その過程でもともとツイッター作った人っていうのはなんかヒッピーの集まりみたいな人で、なんかこう愛と平和になんか囲まれた世界を声なき人に声を与えてということでマシンを作った。このマシンがものすごく大きくなって強くなっちゃったんで、上場するときに寄付を MIT のメディアラボにして全てのツイッターのデータを出して、特にそのフェイクニュースだとか、そういった意見形成、民主主義との関係に関するその AI の研究所っていうのを作ろうということで、そこのしばらくその運営をやっていまして、そこでいろんな問題も見えてきたというのがそのソーシャルメディアなんですけれども、ちょっとこのデザインサイエンスの話と直結するところは、でこれがオープン AI になるともっと大きくなるんですけれども、世の中で頭がいい人が説明できると思って理解できる変数っていうのは限られてるんだと思うんですね。で世の中の人がこう頭がいい人が記憶できる情報量も限られてる。だから、今までの世の中ですと普通の人よりも記憶力があって普通の人よりも多い変数を正確にこう処理できる人が学校なんかも進んでいくし、ある意味でプロフェッショナルっていうのはそういう人が非常に多いんですけれども、今機械とデータの世界になるともっともっと抜本的に多いデータをもっともっと大きい変数で処理できるので、モデルがもっともっと高度になる。だから、そうすると誰かを説得するっていうモデルなんかもみんなが思ってるよりもずっと、予測が高いものができるようになるし、でもそれはあんまり説明できる能力も超えてるので、むしろなんか直感に近いような世界にこう近似していくようなところがあって、いわゆるこうエリートっていう人が非常にこう形骸化していくっていうのがソーシャルメディアの時代まで、そのこと自身が先ほどのポピュリズムっていう問題とこのエリートの関係ってすごく複雑ないろんな要素があって、ただその声なき人がみんな声を出して人の心情が赴く方向に行くっていうこと自身はそれ自身が悪いことじゃなくて、そのエリートがこうコントロールしているものっていうのがこう今挑戦されている、それが多分ソーシャルメディアなんですけども、あんまり僕これ喋ってるとこれで終わっちゃうんでオープン AI のことだけつなげてお話しすると、オープン AI っていうのはこの今非常に話題になっているその汎用の AI っていうのを作ろうと。汎用の AI っていうのは人間のできることを全て人間よりもできるようになるような機械を作ろうと。でチャット GPT っていうのはそれの赤ちゃんみたいなモデルなんですけれども、かなり高度で、これが5年10年になって音声も画像も文字も全部できるようになると、99% くらいのことでは人間よりもその機械ができるっていう可能性が出てくると思うんですけれども、これもちょっと先ほどと似ていて、なぜその予測が正しいのかとか、なぜいいものができるのかっていう変数は、
我々、いわゆる、最近まで頭がいいと言われてた人が何でも3つで説明できたり、せいぜい20個くらいの変数でこう説明できるっていうような人が今までの一般的な賢い人だとすると、それよりもはるかに大きい変数をいじっている。ただそれは単純にこう言語化できることではなかったりするので、なかなか説明しづらい。だからそれだけの究極的には深さもあるけれども、その変数に関してもっともっとこうオープンというか、何が本当に効いてるかということに先入観がないモデルというのがたくさん出てきていて、それがこれから出てくる中でどういうモデルの形なのかっていうのがサイエンスだとすると、数学的に社会をある目的に持っていくときに、人類のすべてのこれまであった文字、画像、音声というものの経験値をすべてそこに入れて、より良い答え、それにみんなが賛同する説得技法、あるいはそれを自然に感じて動いていく技法みたいなものがどんどん数式的には多分明らかになっていって、そのことの可能性も多分、気候変動のこともここに書いてあったんですけども、気候変動を解くための数学とか物理学も抜本的に進むでしょうし、人々を本当に動かすための変数というのももっともっと解析されていくとは思うんですけれども、そういう力を誰がコントロールするのかとか、どの目標に向けていくのかとか、それは誰が持つものなのかとかっていういろんな問いかけが出てくると思うんですけれども、そういう意味では社会をデザインするためのそういうサイエンスに基づく基盤っていうのが人類規模で今大きくできているっていうことに非常に興味を僕は持ってます。今回のこの財団を作った時の分かりやすい目的をやっぱり書かなきゃいけないので、それは今の、社会とか、地球自体が非常に危機的な状況にあったり、人間のマインドもそれに加わったりして非常にこう不安定な状況になっているということを、例えば環境問題とするならば CO2 の排出量がどのぐらいでとかいうような非常に単純なレベルまでは分かっているけど、自分は大きなエンジンの車に乗ってたりするとかそういう非常に無頓着で、さらに知りたくないから今のままでっていう状況が発生しているのを、例えば気象図みたいなものとか、すぐに自分が行った行動がその世界のその危機的な状況の環境問題にしてもそこにどのポイントぐらい関わってるかっていうことが見える化できたら、もっと自分の問題として捉えられるんじゃないかっていうのがそう思うんですけれども、その元を作ろうとしているのが多分近藤さんのやってるお仕事みたいな感じかなとちょっと思うんですけど。2つは多分あると思います。一つは今おっしゃったようなそういう物事の道理のモデル化っていうものはどんどん進んでいって、でもこれは今まですごい天才の仮説とか大量なシミュレーションとかでいろいろそういうものを生む方法って我々あったんですけども、それが加速的に増えていく。でもう一つ僕日本というコンテクストで考えて僕自身が非常に興味を持っているのは、やっぱり日本人は先ほどちょっと言わなかったことで言うとツイッターっていうのは世界一日本で使われているんですね。で実はチャット GPT ってこれあんまり公表されてないのかもしれないんで、ちょっとビデオ気をつけなきゃいけないんですけれども、世界で国民1人当たりの利用率はチャット GPT は日本が一番高いんです。で大体こういう新しい世の中を変えるようなテクノロジーの最初の導入っていうのは、日本で生まれるものもそうですけれども海外のものでも日本って一番早いんですね。でなんでそうなのかっていうのをいろんなそれは説明があると思うんですけれども、一つは機械と人間の関係がすごくいい社会だと。でこれを海外の人なんかも例えばドラえもんとかアトムとかテスラアトムとかいろいろ調べて、日本におけるロボットって人間より
いい人がいい人というかいい人じゃないですね、いい猫とかいいロボットが多くて、ロボットに何かひどいことをされるというよりは、あまりにも理想的なロボットを作るのでロボットをがっかりさせちゃうことが人間ってとっても多いんだと思うんですね、日本で。そういう意味ではこういう今おっしゃったことでいうと、その社会っていう意味での人間の集積体もあるんですけれども、ある意味では、広い意味での、AI だけで言えばエージェントっていう言葉を今使ってるんですけど、エージェントをどんどん作っていくっていう議論があるんですけども、自分のために働いてくれる 100のエージェントがいる、1000のエージェントがいる、もっと言うとロボットっていう身体性もビルドするロボットになるんだと思うんですけれども、その世の中で大切なことというのが、今までは例えば資本主義の社会で本当に儲かるところにしか資源がいかなかったものが、これから例えばそこに100のエージェント、1万のエージェント、100万のエージェントをそれを解くために向けることができる。例えば環境の問題を解くための純粋数学の理論っていうのが、純粋数学なんかやる人がそんなにいなかったとしても、MIT の PhD クラスの純粋数学やってるロボットが場合に言うと、じゃあ1万人投入したら何かができるかもしれないっていうようなこともあるので、この人間とマシーンもそこに入れて、でそれを日本の場合あまり恐れずに、かつ今日もいろんな発表を見させていただいて、少しこう遊びと楽しさと少しこうチャーミングな部分も入れて共存しながら、一緒に幅広い定義という意味は、ただ儲かるとかただ純粋に狭いものじゃなくて、もうちょっと広い豊かさというものを少し許容性を持って定義をしてそこに向けていくっていうチャンスがあると思うので、そんな仕事ができればと思いますし、今日これ拝見してやっぱり一番思ったのは、やっぱりこう豊かさとかそこにある一種の余裕というか、そういうようなものをあんまり狭くターゲットすると、きっとそこは達成できるんですけど、社会としてちょっと窮屈になってしまって、だから今日もこのプレゼンテーション、先ほどもちょっと申し上げたんですけど、この皆さんのプレゼンテーションなんかチャーミングで楽しいなと思って、そういうようなものが多分こういうモデルの先にないと非常に偏った結果だけ出ちゃうのかなっていうのはちょっと逆に危惧してます。今日新山さんが、賞をいただいてもらって説明する中の研究のロボットの研究の中に動的ダイナミクスっていうのがあって、これはまさにその人間が環境からいただいている力で生かされるっていうか、そういうものの根本的な考えでもありますし、佐々木先生が研究しているアフォーダンスの研究も、実はジェームス・ギブソンはアメリカの人だけど、佐々木先生はおっしゃってたのは日本人にすごく受けるということをおっしゃってて、何か他力本願じゃないけど環境から得ている恩恵を感じ取れるようなことを価値としている、民族かなというふうな感じは日本という国は感じているかなとは思いますけれども、それに比べて大国と言われるところの統制力というか、そういうものはまた別に強いリーダーがいて、その人たちがどのようにそのエージェントを通じてばらまいていくかっていうような仕組みはなかなか見にくくて、興味深いんですけど、先週もちょっと青島に行ってきたんですけど、中国の青島に行ってきたら、コロナの時代にみんなもう全然家から出られなくて国で止められちゃってみたいな報道が日本では流れるんですけど、空港が全部変わってて、で工場は全部きれいなビルディングになってて、でそこの社員が言ったのは、早くできすぎて雨漏りがするって言って、雨漏りの下になんかコーヒーのカップを置くんだって言ってたんですけど、そのくらいの
計算で考えてもできないぐらいのスピードで社会を変えられるような号令がかけられるっていう、そのリーダーシップのある中で、片や日本はさっきの創発じゃないですけど、鳥の中にリーダーはいるのかっていうとやっぱりいないですよね。その環境下に置かれる変化において全体が何か渦をなすというか、そういういわゆる受動ダイナミクスに他ならないと思うんですけども、その辺のカルチャーのギャップっていうかを世界的に見るとどういうことなんでしょうかね。ある時では戦争が起き、ある時はそのしっかりと統制が取れた自覚的な動きがありっていうところがかなりこう入れ込んで複雑になっているような気がするんです。直接のお答えになってないんですけど、今日実はデザインサイエンスで最初にお話ししようと思ってたのはここが何でできたかっていうことで、実はこのお庭が中心で、建物はモダニズムの日本人の3人の巨匠がお庭の横に作ってるんですけれども、目的は第二次世界大戦の後の主に日米あるいは日本と国際社会の和解、もっと言うと国際社会の復帰って言った時に、お庭、お互いこう親戚も亡くなっている方もいるようなところで日米の人とかが会っていくので、会議をやっても難しいと。だから、一緒に夜暖炉を囲んでちょっとお酒を飲んでみようとか、泊まって次の朝朝食で隣のテーブルなんだけどこうトーストにバター塗りながらなんとなく声かけてみようとか、ちょっと空いた時間にこの小川治兵衛7世の庭を一緒にこう歩きながらその人なりの信頼関係を作ろうとかって言って、目指してるのは平和なんですけど、そのデザインボキャブラリーがほぼ空間しかないっていうか、だから社会科学者とかがこう政治とか経済で議論するともうすぐイモーションが大きくなりすぎて解けない問題を結構空間に託して、それだけの理由ではないんだけども非常にここでいろんないい関係ができて、その後展開ができたっていうことがあるんですね。だからそういう意味で言うと先ほどの直接的なあれにはなってないんですけれども、例えば今見てみるとこの生成 AI の技術を制した国っていうのがあるとすると、それは次の覇権につながるだろうと。でその先ほどエージェントって言いましたけれども、それがサイバーアタックするエージェントだとか、いろんな兵器を動かすエージェントだとか、その無人の殺人のドローンだとか、いろんな危険な用途もたくさんあり得るので、これを早くつかもうという競争も激しいし、それがある意味では米国の覇権が弱まっているので、中国っていうところももちろん作っているけれども、今グローバルサウスって言われているようなところがお金ももしかしたら石油とかいろんなものもあるんでやろうということで、非常にある意味で戦国の乱世みたいになっている側面もあるんだと思うんですけれども、そういった時に、だからこそと言った方がいいのかもしれないですけれども、先ほどの例で言うと今までの人間の知恵だとそういうパワーバランスが崩れて巨大な兵力になりうるものが現れると、もう戦争しかないんじゃないかって、こういうふうに変数をすごく絞っていくともう答えがあんまりなくなってくると思うんですね。でその時にもっと実は人を動かすいろいろな心情もあるし、世界で今まで声がなかった人が入れるメカニズムもあるということで、もっともっと本当は地球っていうのは複雑なモデルなんだと思うんですけれども、ただそこまで普通人間考える能力がないので、ただそういうものも考えるチャンスっていうものが出てきているし、それをサイエンスで動かすいろんな道具立てもできているし、先ほどオープン AI に僕が興味持っているもう一つの理由っていうのは非営利団体が持ってるんですね。企業ではなくて非営利団体がその企業を持ってる。これ自身も多分その資本主義の中でやっているとできないものを作ろうっていう願いを込めてそういう組織デザインをしてるんだと思うんですけども、いろんなそのデザインの変数があって、このままだと環境問題も多分米中対立っていうものも単純には解けないので、でも解かないわけにはいかないと思うので、そういう意味で僕はここで平和とか国際交流の財団に今いるんですけれども、この深澤さんのお話を伺った時に
このデザインサイエンスっていうのは、とっても大事だし、で今先ほど僕が言った分野はかなりサイエンスをどんどんやってるんですけれども、あんまりそれを何のためにデザインするかっていう、ところが、あるいは社会装置の中にいろいろどうやってそれを心地いい形で自然な形で入れるかっていうところの設計は非常に弱くて、アプリの上での UI/UX どうするかみたいなすっごい狭いデザインはあるんですけれども、多分社会システム自身をデザインするっていう仕事が大きく残っているし、それができる基盤もだいぶできてきているので、なんか大いに期待をしているところです。ね、現象としては今日いらっしゃってる皆さん多分半分、4割ぐらいがサイエンティスト関係で、あとの6割はデザインに何らか関わってる人だと思うんですけれども、ここにお集まりの人をどのように集めたかというと、やっぱりこの人は絶対サイエンスとデザインの結びつきに興味があるだろうっていう人をリストアップしてお呼びしてるんですけど、そこはやっぱりデザインがデザインとして閉じこもっても何も起きないっていうことが分かってるっていうことと、もう一つはサイエンティストも今のままの一つの研究がどこまでいったら実るだろうかっていうことが、ゴールが見えないことに対するモチベーションの低下みたいなことが起き始めて、いろいろな研究はされてるけど自分が生きてる間にそれが実現しないみたいなことも当然あるだろうし、そういう教育の現場の改革とかそういったものにもそれは深く関係してるし、意外とデザイン教育っていうのがインターナショナルに行われているかっていうと意外とそうではなくて、非常に孤立した中での日本という中で生きてるもので、その中で自分は外で割と世界の中でデザインをしてるんで、その温度は分かるんですけど、そのミックスなんかそれぞれがこういう経験を今日するだけでもかなりのパワーになるっていうか、かなり見えるかっていうか、その、感じ方ができるんじゃないかっていうことが、よく大きな船タンカーに例えると小さなスイッチなんだけどゆっくりと方向を変えるみたいなことができるんじゃないかっていうことは、誰かのリーダーがやるわけじゃなくて船長がやるわけじゃなくて、そのボタンを作るっていうことが非常に重要かなっていうふうに思って、それがすぐ変わってしまうとみんな揺れて倒れるので、変えたことはわからないんだけどいい方向に向くみたいなことをやるのは、ここにいる皆さんとかやっぱりそのデザインとかサイエンスを一つのものとして考える知恵が必要になってきてるんじゃないかなというふうには思っています。だからこの集まりは非常に重要、自分がこういうことやりたいなっていうこと自体は自分のデザイアというか自分の欲求ではなくて、今こういうことがやらないといけないんじゃないかなみたいな感じがありました。近藤さんはそれをその複雑性を複雑に考えることと、それを読み解くことと、それをどうその一般の人間というものと環境というものに還元するかというところをおやりなので、今日はとても短い時間でそれを全部聞き込むことはできなかったんですけれども、ぜひこういう場にも参加していただいて、明日は我が身じゃないですけど、積極的無頓着っていう言葉をこの前本の中で平野源一郎さんがおっしゃってたけど、積極的に無頓着になりそうになってる感じはしますよね、世の中が。それってやっぱりいけないから、自分が吐いた一つの息が環境を汚染してるっていう状況を理解するようなビジュアライズが結構必要かなと思って、そのアプリケーションは中村洋さんみたいな人がいれば、はあってやったら、だからあなたのはどのくらい郊外を起こしてますよみたいなことが分かるようになると、結構そのツイッターじゃないけど一言よりもなんていうか、そのバイオメカニズム的に言えばもっと分かりやすいことができるんじゃないかなっていうことはあるんで、コミュニケーションのセンサーだけではなくて、いろんな無意識の中のセンサーをどういうふうに
総動員して分かってくるかっていう、無意識に意識的に気づくっていうようなことが今の混沌を少し解決する方向に向くかなというような感じで僕は思ってやってます。はい。もうお時間でしょうからあれでしょうけど、今まさにおっしゃったその無意識を意識化する作業に非常に近いと思うんですね。ですから深層学習のモデルなんかも一定以上深くなるとなんかもう分かんないんです、正直言って。最初のレイヤーくらいだとこういうふうに単純化したのかとか、こういう変数が重要だって言ったのかみたいに思うんですけど、だんだんもう抽象化がものすごい順化されていく。でも順化されて人間の、表層的な頭で言うともう説明できないんですけど、もしかすると深層心理だとか、もっと直感で言うと我々があるいは感性が強い人だったら分かっていることというのが今度初めて説明できているのかもしれない。だから、そういう意味で言うと深澤さんだからこれができた、これいいですか、いいよみたいなことが、深澤さんが言ってんだったらいいのかなじゃなくて、ここまで深くいくとそのレイヤーだったら本当にこのモデルがあり得るんだっていうものがつながると、本当に質の深さと全体的なサイエンスっていうのが直結するので、なんか仏教の理論と量子物理学がくっついてるみたいなのと似てるような形で、すごく美しいデザインがどこかでそういう、生成 AI の理論と合致するようなポイントっていうのが見つかると、なんか知的にも非常に面白いし、汎用性も広がるなというふうに思ってます。そうですね。そこの一番近道を通れるのはデザインの力だと思うんですけど、それは無意識の中にあって意識はされている、記憶はされているんだけれども意識化されてないっていうところが非常に遠回りをしている感じがして、その間にいろいろなことが起こってしまうっていう現象が、その統制される美しさみたいなこととは違う時に起きてしまうっていう、スピードの速さみたいなことが確かに違和感にはなってるかなということは思いますんで、それをみんなの力でなんかいい方向に向かせるっていうことで、この前も大学で社会人の人のためにレクチャーやったんですけど、最後の目的は何かっていうことをこちらから申し上げて、頭のいい人がみんな来てるんですよ。もうリカレント教育なので、頭のいい人になりましょうって。で、私は何になりたい、私は弁護士、医者になりたい、そういう人はいっぱいいますけど、いい人になりたい人はあまりいないんで、頭のいい人になりましょうっていう目的を立てると結構いいんじゃないかなって言って、結構みんな響いてましたそれということで時間が来てしまいましたんで、今日は短い時間ですがありがとうございました。どうもありがとうございました。